こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、株で大損した話について解説していきたいと思います。自分自身結構株2005年ぐらいからやってるんですけれども、失敗したケースも結構あったりします。なのでですね、今日は株損したことを話をして、そういう風にですね、これ見てる方が同じようにね、失敗しないようになればいいなと思って、動画を作りました。で、今日の内容なんですけれども、株のね、価格ってどうやって決まるかっていうのをまず解説して、損するとこういうパターンが多いですよっていう注意点解説します。で、僕はこれで失敗したみたいなねそういう実際の失敗の体験談をですね、こういうところ気をつけた方がいいよっていうのを過去の自分に向けてでもいいんですけれども、解説していきたいと思います。で、まず株の価格ってどうやって決まるかっていうんですけども、まず僕らが買う株って上場してないと買えないんですよね。で、上場とは何ぞやっていう話なんですが、そもそも、普通に株式会社を起こした株は買えないので、普通にペンギンさんが会社を起こしたんですけども、その株は買い取りできないので、売買するためにはやっぱ東証とか上場しないといけないんですよね。で、それで上場してる株を僕ら買うことができます。で、上場する何のメリットあるかっていうと、株をですね、いろんな人に売ったりとかして、例えば、1万株を1株1000円でですね、このペンギンさんが売り出したりとかして、IPO とか聞いたことあるかもしれないんですけども、そういう風に売り出すことでみんながですね、株買ってくれてお金を手に入れると。それでまた投資をしたりとか、規模拡大したりとかできるっていうのがあるので、上場するためにはそういう市場からですね、お金を確保する意味があります。で、上場された株を僕らは買い取りできると。じゃあ上場する株って価格ってどうやって決まってるのっていうのを説明すると、実際に買いたい人とですね、売りたい人が東証に並んでる感じなんですよね。例えば、買いたい人は1000円で買いたい人とかですね、999円で買いたい人っていうのはバーッと並んでるイメージですね。で一方で売りたい人は、1001円でちょっとでも高く売りたいって売るときはやっぱちょっとでも高く売りたいし、買うときはちょっとでも安く買いたいっていうんで、なるべく1円でもね、安く買いたいし、1円でも高く売りたいっていう人のせめぎ合いなんですけども、売りたい人は1001円とか1002円とかで売りたいというふうに、何人か並んでる感じなんですよね。で、もしもう1001円じゃなくって1000円で売ってもいいよっていうふうにすると、もう、この買いたい人と売りたい人が1000円で、やり取りする。そういうふうにですね、直で1対1で取引してるようなイメージですね。もし買いたい人が多かったら株価どんどん上がっていくし、もし売りたい人が多かったら株価下がっていくっていう風になるので、その株の価値って何で決まってるかっていうと、もうほんとシンプルに、買いたい人と売りたい人の需要と供給の差でパワーで決まっていくんですよね。なので、株価が下がる、損するってことは、売りたい人が多くなると、それで、株価が下がっていくってイメージです。もしですね、売りたい人が殺到したらどうなるか、もう買いたい人全然いなくって、不祥事とか起こしたりとかして、もう超ですね、ペンギンがもうむちゃくちゃですね、こういう風に殺到してですね、売りたいよ、売りたいよ、売りたいよってなるとどうなるかっていうと、もうどんどん値段がつかずに下がっていってしまうんですよね。で、どこまで下がるかっていうと、ストップ安っていうところまで下がります。で、売りたい人が殺到した時に、そのパニックになって、もう株価が1円もつかないよってならないように、値幅制限っていうのが決まってて、例えば、最終日1000円、前日の終わりには1000円だったとしたら、その日の加減は700円までしか下げられませんよっていうふうにも、当初のルールで決まってるんですよね。なので、もし売りたい人が殺到したりとかしたら、1000円からバーッと下がっていって、700円で張り付くっていう風なイメージになります。で、その時にですね、どうなるかっていうと、例えば700円で買いたい株数が100株あったとして、売りたいよっていう人が殺到してて1万株あったりとかしたら、もうこれ、ね、買いたい人が100株しかいないのに、売りたい株は1万株あったら、これ、取引できないですよね。っていう状態のままずっと取引されずにですね、3時までこの状態が続きますと。で、3時に取引終わるんで、1回この状態で生産して、その700円で100株だけ、買いたい株だけ100株だけ、売買されるようなイメージですね。なので残りの9900株は、売れなくって100株だけ売れる。そういう風なのが、ストップ安の原理です。なので、株の価格っていうのは、ここで絶対覚えてほしいのは、売りたい人と買いたい人の需要と供給の差で、どっちかが、殺到するとストップ安になったりとか、ストップ高になったりするっていうのがあると。それはね、すごい重要なので、まず覚えておいてください。で、ここからですね、実際にどうやって株で損しやすいかっていうのを、説明していきます。いろんなパターンあるんですけれども、僕とは結構値動き激しい危ない株が好きだったりとかするんで、結構こういう株とか買ったりしちゃうんですよね。もう上がってるから買っちゃえみたいな感じで、昔は結構バンバン買ってましたね。
で、まあ上がっていくとはいいんですけれども、何も根拠もなく上がったりとか、まあして株とか言ったりするんですけど、上がったりとかすると、まあなんかちょっとした不祥事がおるともう全部戻すとかね、これババババ、これサンバイオって株なんですけども、この株は買ったことないんですけども、まあこういう風にですね、まあ値動き爆上げした後に爆下げするみたいなのがあって、この辺でね、買っちゃったりとかしたらもう目も当てられないみたいな感じになっちゃうんで、しかもこのストップ安、ストップ安、ストップ安、ストップ安ってなるんで、もうこう売れないんですよね、売りたくても。でこっからここで買っちゃったらもうずーっともう1万1000円ぐらい買ったらもう4000円とか3000円ぐらいまではもう売却できない。さっきみたいに売りたい人が殺到しちゃうんで。まあそういうので、結構爆上げした後は爆下げ来る可能性があるんで、ちょっとまあ本当に中身見ないといけないなっていうんで、こういうの結構初心者やらない方がいいですね。あと、よく僕もハマりがちなのはパニック売りっていうのがあって、まあ、なんかこう問題が発生したりしますと、まあ、そうすると、パニックになって、もうみんな売らなきゃ売らなきゃって言って、売りが殺到するんですよね。まあ、さっきのペンギンさんみたいな感じで、むちゃくちゃ集まってきてみんな売ると。で、株価は下がると。で株価が下がるから、やべえ、売らなきゃって言って、さらに売る人が増えるんですよね。でしかも、株価下がったところで、強制ロスカットって言って、信用買いしてる人だと、もう自動的に、損失の加減まで来ちゃって、強制的に売られちゃったりとか、あと、まあ、本当に逆差し値って入れといても、ここのように株価下がったら、強制的に売りますよっていう、そういう設定してる人とかも全部こう雪だるま式に雪崩みたいにボワーっと売りが売りを呼ぶみたいな風になったりとかするので、結構ですね、なんか大きなことあってパニックになると売られすぎるんですよね。なので本来、まあ、最初ここだったとして、本来の価値がこの辺までこう下がるんですけども、絶対オーバーシュートで下がりすぎちゃうっていうのがあって、まあ、そういう時に売っちゃうと、下がった後に戻るっていうのがパターンあったりとかするので、まあ、そういうパニックの時によると、痛い目見る可能性が結構あったりします。あとは、これ結構やりがちなんですけど、難品っていうどんどん買い増し、株価下がってんのに買い増ししていくやり方なんですけれども、まあ、例えば1000円で100株買いますと。でも上がればいいなと思って、でもね、思わずずる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 株価下がっていっちゃって、でもちょっと、まあ、損切りできなくってずっと持っちゃうよ、みたいな。まあ、気持ちはすごいわかるんですけれども、また戻るんじゃないかとか思って、で、500円まで下落しちゃったよと、もう半分になっちゃったよ、みたいな感じであって、でもまあ、ここで結構強がる人がいて、まあ、安くなった時は買い時とかですね、さらにバーゲンセールだとか、今買わなきゃいけないんだとかっていう風に、ヤフー掲示板とかそういうコメントで結構溢れてるんですけども、下がったらチャンスとか言ったりするんですけども、まあ、それでね、買い増しする人がいるんですよね。それを買い増しすることを難品って言うんですけども、例えばまあ、これ100株買っておいて、さらに500円で100株買い増ししたりとかすると、平均、単価って750円まで下がるんですよね。500円で、まあ、1500円で200株ってなるんで、100株あたり750円っていう風に、まあ、平均買い付け単価は下がりますと。それでね、元に1000円まで戻ればプラスになるから、いいじゃんっていう風に思う人がいるんですけども、まあ結構戻る保証がないんですよね。こう戻るって思いがちなんですけども、でそれでさらに、買い増ししたところで、実はさらに下がって200円まで下がっちゃったよとか、そうするともう、精神的にも耐えらんなくって、売っちゃったみたいな風なパターンが結構あったりします。なので結構こう、難品すると、まあ、うまくいけば儲かるんですけども、こう損失が膨らむんですよね。なので、買い増し、下がってる時に買い増しするっていうのは結構初心者やりがちなんですけれども、まあ、本当に上がる保証がないのでですね、ちょっと注意が必要で、どんどんリスクだけ膨らんでいって、最終的には退場、全財産を失うみたいなパターンもあるんで、熱くならずにですね、ちゃんと損切りライン決めておけば、いいかなと思いますが、まあそう甘くはないですけどね。まあこれは誰しも通る道だと思います。はい。で、まあ自分自身じゃあどうやって損失出してきたかっていうと、まあ一番印象深いの2つ紹介しますと、1つはね、東日本大震災のパニック売りで、まあこの時結構僕も売ってしまって、まあ震災が発生した時にですね、まあ14時46分だったんですけども、そこで、まあ、かなり揺れたので、いろいろ情報とか調べていって、これやばそうだなと思って、株売らなきゃって思った時には、15時、5分ぐらいで、取引できるのは15時までなんですよね。だからちょっと売り時少し逃してしまって、そこで、ちょっと失敗をしてしまったと。で、さらに、連日そこからまあ、もちろん大暴落していって、まあ、原発がですね、爆発したりとかして、で、さらに2回目の原発が爆発したのが、まあ、3月14ぐらいだったんですけども、まあ、そこでもうもうダメだなと思ってしまって、そこで売ったんですけれども、そこがですね、株の最安値でしたね。
なのでまあそれもまさにパニック売りってやつでですね、まあなんかそういう未曾有の大災害があった時の対応としては、まあ本来はまあ変えればよかったんですけど、逆に僕は持ってる株一回ここで全部リセットしちゃったんで、まあ結構ですね、数百万、4、500万ぐらいかな、ここで飛ばしましたね。これは結構底値、ここは底値だったっていうんで、まあやっぱパニックに持ち続けてればやっぱ良かったんですけども、そこでもうダメだと思ってしまって、まあみんなね、日本中そういう心理だったんで、みんなよりその、売りまくったっていうのがあって、まあ相場よりも下がってしまったところで、まあみんな買い増しして戻った。まあそういう風な感じでパニック売りですね。まあしょうがないかなと思うんですけれども、まあ持ち続けてもね、さらに下がるリスクもあるし、ちょっと結果論なんでわからないんですけれども、まあみんな売ってる時に売ると、やっぱこう、その後戻ってしまうって売られすぎっていうのは結構あるんで、ここは注意かなと思ってますね。もう一個はですね、ポケモンフィーバーで、まあもうちょっとうまく立ち回ればなと思ってて、まあこれも、反省してるんですけども、まあ、ポケモンフィーバーが、まあ、3年前ぐらいすごくって、任天堂株はですね、2万4000ぐらいで300株ぐらい買ったりとか、まあ、信用でもちょっといじったりしてたんで、もうちょっと持ってたんですけども、まあ、これで買いましたと。で、まあ、ポケモンがね、すごい世界中でポケモンが、リリースして話題になってたんで、まあ、任天堂の株もうなぎ登りでしたと。で、3万円ぐらいまでなったんですけども、でもまあ、この時にもうすでにいろいろ分析してて、ポケモンで任天堂が儲からないっていうのは知ってたんですよね。まあ、この任天堂が、このポケモン GO ってナイアンテックっていう Google の会社がですね、リリースしてるんで、そこはポケモン GO を出してるんですよ。なので、直接任天堂関係なくって、ちょっと一部出資してるだけなので、どれぐらい儲かるかもわからなくって、多分任天堂はポケモン GO を出してもね、儲からないっていうのはですね、その株式投資家の中ではね、結構周知の事実というか、知られてたんですけども、でもまあ、これだけ人気で株価上がってるから買っとけくらいの感じで、ちょっとまあ、それもですね、良くなかったですね。まあ、そういうのもあって、まあ、買いましたと。で、3万ぐらいまで上がったんで、わあ、ラッキーと思って、2、300万ぐらいですかね、含み益出てたんですけれども、まあ、そこで、まあ、さらに、そこからですね、まあ、世界各国、アメリカとかから先にリリースされていって、まあ、徐々にいろんな国が来て盛り上がっていて株が上がっていって、でようやくね、金曜日にポケモン GO 日本でリリースだっていう風に初めて、まあ、日本でもリリースされますっていうのが出たんですよね。で、そこからまあ来週のですね、水曜ぐらいに決算が出るんで、まあ、儲からないのは分かってるけど、まあ、決算で儲からないってバレるから、まあ、その前に売っとくかどうしようかなとかって思ってたんですけども、まあ、そうこうしてるうちにですね、まあ金曜の夜にですね、任天堂が実はなんかもう、決算水曜日なんですよ。決算水曜日なのに、金曜の夜に任天堂がプレスリリース出して、衝撃的なプレスリリース出して、俺、任天堂はポケモン GO が出ても儲かりませんっていうプレスリリースをですね、金曜の夜に出したんですよ。これも相当ショックでですね、盛り上がってたもう一気にこう水かけてぶっかけて沈下するようなプレスリリースを、任天堂が出してしまって、もうこのリリース出た瞬間にもうストップ安確定みたいなイメージあったんですね。で、まあ金曜の夜だしどうすることもできないですよね。だからまあ自分としてはもう、これね、美容室行って髪切ってもらってる時に、PTS っていう夜間取引見てたら、PTS がですね、動いてなかったんで、なんかこう、トラブルとかなんかこう、プレスリリース出たりとかすると、PTS 取引停止になったりするんですよね。まあそういうのがあって、なんだと思って PTS 見て調べてみたら、まあこのプレスリリース見て、金曜の夜ですよ、もう9時とか、8時とか髪切ってもらいながらですね、固まりました。あーと思って、もう終わったと思って、ショック、もうここからストップ安だと思ったんで、もう諦めてですね、売り注文を入れて、もうそこからですね、僕もう伝説のポケモンちょうどリリースされたんで、伝説のポケモン探しの旅を土日、金土日と3日間行くことになりました。ひたすら一日中、全てを忘れてポケモン探しの旅を出て、むちゃくちゃレベル上がったんですけどね、そこで。ポップを取りまくって。まあでもこんな感じで、まあそれで結局買った額と同じぐらいまで下がってですね、ちょっとまあ100万ぐらいかな、損は。そこまで損は出なかったんですけども、でまあ含み益で300万、400万ぐらいあったのが全部吹っ飛んだんで、まあ、ちょっとショックはでかくて、もっと早く売っときゃな、みたいなね、ちょっと後悔してますね。で、その後さらにね、2万4000円まで戻った後に4万とか5万とかまで上がっていったんで、またやっぱ見る目がないなと思ってちょっと後悔したりとか、まあそういうのもありますね。まあ結果論足られば言っちゃいけないんですけどね。ってな感じで、まあ教訓としてはですね、まあいろいろ株簡単ではないんですけれども、まあ今となってはこうパニック売りですね。僕よく引っかかるっていうか、こうなんかメンタル弱いんで、ちょっと下がったら狼狽しちゃって、売っちゃおうとか思ったりとかするので、まあそういう
パニックに注意っていうのと、あと難品ですね。よくやりがちな下がったところに買い増ししていって、どんどん損害が膨らんでいって、最後どうしようもなくなって全部ロスカットみたいなね。それがあるんで、ちょっと注意かなと思ってます。で、結構最近ね、値動きの激しい株に大金突っ込むのはもう疲れたんで、ここ数年やってないですね。と言いつつも、ウームの株、まだまだ持ってるんですけど、ウームの株ずっと持ってるんですけども、ウームも、値動きが激しいですけども、そんなかけてるだけは大したことないんで、別にいいかなと思って、まだ持ち続けてますね。株としてはですね、デイトレードとかでパッとやるよりも、中長期でですね、しっかり市場を分析して、いい株あったら、それを持っていって、成長を見守るのが、今いいかなと思って、ウームとかそうですね、僕はもうちょっと上がるかなと思ってるんですけれども、そういう風にして、やってるところでございます。で、株のですね、基礎とか再生リストやってるんで、詳細欄貼っとくんでよかったら見てください。あと株の始め方っていうのもあるんで、ブログ書いてるんでよかったら見てください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったらですね、高評価いただければ嬉しいです。このチャンネルはですね、不動産投資とか株式投資、経済とか、わかりやすくですね、役立つ情報を発信していってるんで、もし面白かったら高評価とですね、チャンネル登録ぜひお願いします。あと、Twitter で有益な情報を発信してるんで、よかったらフォローしてください。あと LINE アットで不動産投資のチェックリストをプレゼント中です。あとですね、メルマガやってますんで、ぜひ登録してください。それどうもありがとうございました。